次は国家への自由。国民自身が自らの手で政治に参加するという国民主権実現までのお話をしたいと思います。これまで国家からの自由としてイギリス、アメリカ、フランスについて見てきました。これらの国では市民革命によって王権、国家権力から自由を獲得しました。今回お話しする国家への自由、つまり政治に参加する権利を獲得する背景には普通選挙運動がありました。選挙運動です。普通選挙運動。これまで中世、近世と見てきましたが、歴史が進むにつれて社会構造も変化していきました。支配階級は中世のところでもお話ししました。もともとの土地を持っている人たちでしたが、その後の社会構造の変化によって産業資本家、いわゆる工業経営者と呼ばれる人たちが台頭していきます。そして、さらにその産業資本家たちに雇われている労働者と呼ばれる人々が都市部を中心に増えていきます。その社会構造の変化の中で普通選挙運動が起こっていくのです。こちらの普通選挙運動もまずはイギリスから始まっていきます。イギリス、当初は土地を持っている人たち、いわゆる地主たちが選挙権を独占していました。しかし産業構造が変わったのだからこれを変えたいという人たちが増えていきました。そこでイギリスでは第1回選挙法改正によって新しく台頭してきた産業資本家の人たちへ選挙権が拡大していったのです。市民革命で活躍したのはお金持ちたちだ。だから金持ちたちに選挙権を与えようといったのがこの選挙法改正でした。このように地主やお金持ちしか参政権のない選挙のことを日本語では制限選挙と呼んでいます。そして今のお話の通り、この選挙法改正では労働者には選挙権が与えられませんでした。しかしその後産業革命が進み、これによって資本主義は発展しましたが、その反面機械の発明によって労働者たちが仕事を奪われていきます。この状況に危機感を覚えた労働者たちは、誰かに助けてもらおうにも、政治の世界には労働者の権利や利益を代弁してくれる議員がいませんでした。このことからも選挙権がない。いわば参政権、政治に参加する権利がないということは、場合によっては命にも関わる重大事であるということに労働者たちは気がついたのです。そこで、その労働者たちが自分たちの仕事を奪ったのは機械だとまず考え、機械を壊し始めました。これを日本語ではラダイト運動、またはラダイト運動、機械打ち壊し運動と呼んでいます。しかし、機械を壊したところで労働者は逮捕されるだけです。産業資本家たちはまた新しい機械を買えばいいだけで社会は何も変わらない。これではやばいということで労働者による参政権、選挙権獲得の運動が展開されるのです。参政権を求める労働者たちは1838年人民憲章に普通選挙などの要求を盛り込んで請願しました。この人民憲章のことを英語では People's Charter と言い、このチャーターで請願した人たちをチャーチストと呼び、チャーチストたちの運動ということで、これらの運動を日本語ではチャーチスト運動と呼んでいます。イギリスで始まったこのチャーチスト運動はおよそ10年続き、ヨーロッパ各地に大きな影響を与えました。特に産業革命が進むフランスにも影響を与え、フランスでも選挙法改正運動が起こりました。1848年、当時のフランス王政が普通選挙を拒否したことで、労働者たちが武装蜂起し、
2月革命を起こします。この革命によってフランス王政が打倒されますが、産業革命が進展することで、労働者の力を無視できなくなった。その結果、フランスで世界初の男子普通選挙が実施されるのです。そして、この2月革命はヨーロッパ各国に大きな影響を与え、その後、諸国民の春と呼ばれる状況を生み出しますが、詳しくは、歴史分野でお話ししたいと思います。こんな感じで普通選挙運動が進んでいくんですね。その他、ニュージーランドでは1893年、世界初の女性参政権が認められます。また、イギリスでも1918年、男子普通選挙が実施されました。さらに、1919年のドイツでは、ワイマール憲法において男女普通選挙、平等選挙が規定されました。ところが、ここではですね、その男女普通選挙によって合法的にナチス、こちらですね、が政権を獲得し、ヒットラーの台頭を許してしまう結果となったのです。ちなみに、日本では1925年、当時の大日本帝国で男子普通選挙制度が始まりました。以上のような過程で人々は政治に参加する権利、国家への自由を獲得していったのです。